あ、じゃあいいわっつって。あ、それ言わない方がいいか。今んとこカットだな。で、そのカスタマーの、対応について私、低い評価入れたんですよ。多分そっからっすね。なんか、様子変わったの。アマゾン側の。で、このカメラの、メーカーとアマゾンってある程度つながってると思うもん。うん、そっからだね、多分。そっからなんかおかしくなったね。だけど、私の対応、態度、動きと、ユーザー、消費者として態度悪くないと思うよ。当たり前ですよ。途中で中間で集団ストーカーが加害加えているのに対し、カスタマーのその対応によって消費者がメーカーにつける評価ってそれになりますよね。低評価。メーカーへの評価、商品への評価って。で、そういう状況を工作しながら、連中側の出品の評価は、私みたいな人からも5とかつけてもらえるような立ち振る舞いも見えるからね。こっから見てて。で、寝たきりにして。あと、就職妨害しておいて、23条通報を乱用した後は、仕事見つかるようにすると。で、そこでも連中がいて、仕事長続きしないように加害すると。その加害をしていた連中の中の味方のふりしているやつに、いた名字で、アマゾンの、返信してきてる。今回。で、そのメールで私、クビになった。レビュアー。まだ1ヶ月あんのに。だから、まだ1ヶ月あるから、まだある1ヶ月で頑張ればなんとかなるはずなのに、もう直ちに今クビになっちゃった。だから、まだ1ヶ月あるの、それ頑張ればまだ戻れるかもしれないの。こいつのメールだともうすでにクビになってるし、もうやる気なくすじゃん。徹底的に眠らせて何もできなくしておいて、でもまだ頑張ればなんとかなるところ、頑張れないように、お前頑張んなかったからダメなんじゃんみたいなメール返してきて。で、さらに本当に私頑張ろうとするんで、頑張ってみるけど、その時にまた頑張れないように加害来るんじゃないですか。最後の残りの1ヶ月。頑張れないように加害来ると思うし、言ってる通り、頑張らないでこの被害妄想的なこと言ってるんじゃないからね、言っとくけど。こういうことっすよ。こういうことやってんですよ、こいつら。生活安全課、地域課、精神医療業界。集団ストーカーって。で、めちゃくちゃ誰が集団ストーカーなのか見分けるの難しい状態。で、私から、お前、集団ストーカーに見えるよって言われたところで、直ちにそいつって私に、こいつが集団ストーカーだって言い返してくる状態。自分でも自分が集団ストーカーだというのがわからない状態。これがマジでガチです。で、警察官もその状態であるんだったら、お前その仕事警察官やめろの状態ですよ。自分たちが集団ストーカーって言われてるわ。あいつら病気だから、そんな会話してる警察官いるんだったら、お前警察官やめろっていう状態ですよね。で、やめたからっつっても私からは信用信頼されないんですよ。元警察官も信用信頼できないから。
まあちょっとこの辺の雑談にしときますわ。で、今、この辺の雑談にしときますわ、つって録音時間見たら13分10秒だったからね。それって何って。時間で言えば、M じゃなく H だった場合ね。13M じゃなく 13H だった場合、1時10分って読むこともできる状態。だから、多分11分ぐらいの録音の時に私に数字見せることができなかったから、13分10秒のところで数字見せて、満足してるんですよ。そういうことされてるんですよ。で、そういうことされる状態であると、いろいろ動きが自分で自由にできなくなっている状態なんで、精神疾患扱いされる状態に持っていかれるんですよ。持っていけるんですよ、これ。で、それを私喋ってるんで、解説しているんで、気づいてるんで、それをこれだけ言論弾圧して、その言論が継続できないようにレビューも潰してきてるんですよ。で、それを Amazon がやってない体裁でやってるんであれば、Amazon やばい、やばい。どのぐらい、何がどうやばいかっていうのをバンされないように言うとすれば、なんつうのかね、喋れなくされている。このなんか音階が変わるみたいな感じもやられるでしょ。私音階わかんない音痴だからね、言っとくけど。電車のモーターが出力上がるみたいな感じで、ってなるでしょ。レンジ屋でやられててそういう風になるんですよ、これもね。だからレビュークビになったのも仕事続かないのも全部この加害によるもので、それ被害妄想じゃないんで、生活保護とかそういう話じゃなくて、がっちり、ガチマジ、慰謝料の話なんですよね。これって。犯罪、そして慰謝料の話なんですよね。で賠償金ね、生活保護を受けるレベルの話じゃなくって、生活保護以上の慰謝料を支払わなきゃいけない状態の話なんですよね、これ。で、これ間違がちなんで、お金の亡者、弁護士とか、便利屋とかもうすでに動いてるでしょ、探偵とかね。加害者側の隠蔽に動いてるでしょ。そっち側で金もらって多分動いてるでしょ。隠蔽で、ミスリードで。これね、集団ストーカー被害って明るみにした時にガチマジで、私たち被害者って生活保護以上のお金もらう必要があるんですよ。余裕でガチでマジで。なんで、めちゃくちゃ巨額になるんですよ。あと、国への訴訟とかの時に、偽被害者って必ず出るからね。そういうのも、すでに予備軍みたいので準備、ストック入ってるからね。様子見るとね、動き。だから、被害者の会には絶対、偽被害者出るの。これ間違いない話だ。間違いない話。こんだけ国際残高火の車ケツカッチンの国で、この集団ストーカーの加害、こんだけやった状態で、すでに消されちゃってる人たちもいる状態で、その人たちの遺族もまあ加害者の可能性高いんだけど、まあ、家庭内シラゲが加害者だからね。遺族への慰謝料も含んだりするとあれですよね。まあとりあえず生きている私たちには加害した年数とかの慰謝料を出さなきゃいけなくなる。億じゃ効かないよ、余裕で。一人当たり。就職妨害して損害与えて人生ダメにしてるからね。で、実験みたいなことしてるから、それ、検体量
で時給いくらとかの換算した時に日給全然すごい金額になるからね。でそれで被害年数でだから年収500万って安いからね。24時間実験みたいなことされてる状態に人件費支払うっていう計算したときに年収500万じゃ効かないですよ。ね、年収数千万の話になるから。年収数千万の話になって被害年数になるから。だから億じゃ効かないって。でそれ欲しがるでしょ。偽被害者出てくるよ。でそれ支払いたくないでしょ。国側で。国でやってるもんね。国でやってるって主張してくるもんね。この加害者たち。だから払いたくないから隠蔽のためにいくらでも金払うでしょ。あと先進医療業界潤ってっからこの加害で。これYouTuber でも儲けてるもんね。加害者側はね。隠蔽側は。でそうなってくると Amazon も YouTube も、加害者側の話になってくるよこれ。そうすると腰押しちゃんたちの言ってる話が私が今レビューはクビになった段階で急にあの人たちが言ってることが正しいになるよこれ。急にだろうけどね。結局ね。さあどうなるどうする。だからといって私すぐにこびたりとかして腰押しちゃんやっぱり間違ってなかったわ、黒川敦子やっぱ間違ってないなお前いつもとかそういう風になんないから。私も私で単独で腰押しちゃんとか黒川敦子レベルまで一回上がんなきゃいけないと思ってるから。ただこんなに信用信頼ない状態なのに加害はすごいからね。彼らよりも過酷な加害されてるからね。腰押しちゃんとか黒川敦彦これだけの攻撃されてるの？こんな喋り方になってんのあの人たち。もう今最近見てないから分かんない。現れないもんだって。特に最新動画とかサムネイルも。黒川敦彦のサムネイルはなんか出たけどね。なんか2週間ぐらい前に 2,3 回出たかな。見なかったね。見なかったらまた出てこなくなったね。そんな感じだよね。彼らは私のコメント消すから。黒川敦彦とか押越誠一は。私のコメント消すところには執着しないですよ私。そんなとこだよね。いいや頑張るわ。とりあえず頑張りますわ。とりあえず後日談でもないけどさっきの収録やってる最中からもうメール返信して来てでクビになりましたと。だけどクビになってるはずない、クビになるはずないんですよまだ規約で。だけどお前もクビだからもうこれ以上頑張るなみたいなとどめ刺すようなメール返信来てるっていうのを、とりあえず報告しておきます。で、こういう状態がバタバタと決まる状態になるまでは私寝たきりで何もできなかったんですが、なんかここ 2,3 日急にアレクサに日付とか聞くときにそれほど変な喋り方になってなくって、あれなんかちゃんと喋れるねって言ったりもしてたでしょ。昨日おとといあたりにあれなんか急に喋れるね、今変な喋り方にならないねみたいな感じでこと言ってたでしょ。でこういう風に動けるようになってよし最後の1ヶ月頑張るかっつって内臓苦しめられてもやらなきゃいけないななんて喋ったでしょ。
でそのつもりでレビュー再開始めようとしたら、寝たきりから回復してレビュー会やりだそうとしたら、立て続けにこんなメールが。まだ規約でクビになるわけのないタイミングに、それから今頑張るからっつってその態度見せてメールしたりとかしたら、直ちに返信でお前クビみたいなの来るっていう。だからこのお前クビってメールしてきたやつとか、私が言っている内部にいるやつだっていう感じなんですよね。まあそんな感じですね。まあ何を言いたいのかの雰囲気は伝えられたと思うんで、とりあえずログ残してアップロードしてきますわ。で今からまた今午後1時半だけれども、ちょっと頑張りますわ。レビューもコツコツ少しずつ入れて様子見ますわ。だからそのレビュアーを管理している職場にも集団ストーカーみたいのいるし、注文並べるやつね、出品者側にも集団ストーカーみたいなのもいて、でレビュアーを、打診オファー入れる人たちとレビュアーを管理する人たちね、その中に怪しいのがいるんですよ。出品者にも怪しいのがいる状態で、管理する人たちの中にも怪しいのがいる状態だから、それらがあればもうその職場で管理されるレビュアーっていうのは集団ストーカー側が多いっていうことになってくるね。集団ストーカーじゃない私みたいな被害者側にもオファーが来て継続しようとしてもこういうふうに妨害が入るっていうことだよね。それから日本の、パソコンとかの市場、YouTuber でもそういうパソコンの YouTuber とかいるけど、あれも集団ストーカー側の連中なんですよ。知ってる人たちは知ってると思うけど。でもともとそうじゃなくても案件とかで買われて集団ストーカー側になった人とか、洗脳されてる状態、がんじがらめにされた人たちとかね、もともとそっち側の連中とかで、日本でのパソコン市場の価格最安値とか、ショップもそういう情報サイトも集団ストーカー側なんですよ。でそこでの専門家のコメント書いてる人たちもそれなんですよ。その構図、その分野の嫌がらせの別部隊とか、政治の部門とか宗教の部門とかいろんなのあると思うんだけど、そういうのでもいろいろ展開されてる状態で、それらの状況情報把握できないされない状態に愚民化にされてる状態のこれから被害に遭う人たちからも、私たちっていうのは加害されるんですよ。糖質ってで、それに気づかない日本も嫌だになってて、でもこれだけ言論弾圧されてる社会じゃもう無理だから、言論弾圧されてない社会に移住した方がいいっつう話になってる。でその話は私前からしてて、その前段階のステップとして DIY 古民家再生で、そこで YouTube のスタジオみたいなのやってみんなでワイワイやるかみたいな状況でもあるんだけれども、それなんでやれないのやんないの、やりたい人いてもお前弾くじゃん。私隣の部屋4畳半の部屋、ボロボロの部屋あるんだけど、そこすら片付けられない、自分の部屋も片付けられないんで、今口だけ状態だから手つけれないんですよ。そのプランは真似してパクったとか言わないからやりなって言ってる状態なんですよね。わかるかね。実際にできないことを踏み込まないから。
足踏みしてるとかそういう状態じゃなくて。で、古民家再生やれば、アルミの延べ板、インゴット作ることができるんで、そのインゴット作るときに薄い板にして作って、厚さ2、2センチぐらいのアルミの板作って、片面だけ鏡面仕上げで、それレンガみたいに重ねれば壁に、賃貸住宅でも、賃貸住宅傷つけないように重ねて壁に貼っていけば、多分電磁波防げるんだよね。多分ね。ある程度だよ。で、そういうのも可能になっていくんで、やりたいんだけれども、プランで終わるように嫌がらせ加害があるんだよね。まあいいや、ここまでにしときますわ。以上にしときます。